皆様、本日はご多忙のところお越しいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます川村由紀でございます。まずはユーマ株式会社20周年おめでとうございます。これよりテクノ屏風開封の儀を開始いたします。まず最初に奉納演奏と祝舞開封の儀トークセッションと続いてまいりますが、本日のイベント中演奏が行われている際の写真動画撮影はご遠慮いただけますようお願いいたします。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
それではこれよりテクノ屏風を企画いたしましたユーマ株式会社代表取締役の広石正和、屏風を制作いたしました株式会社歴成社代表取締役久永智之様、屏風の NFT を担当いたしました株式会社シャワーの代表取締役立龍太様の3人により、このテクノ屏風の開発意図、魅力、先進性をご紹介させていただきます。それではどうぞ皆様。広石さん、今日も素敵ですね。ありがとうございます。初めて紋付き袴着ました。なんかね、生放送、生配信でなかなか結構バタバタでなんかありましたけれども、ね、今日は優しい、ゲストの皆様ばっかりで本当に嬉しい限りでございます。皆様楽しんでいらっしゃいますか？嬉しい。そうね、まずは広石さん、ユーマ20周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。2001年の9月にですね、会社創業しまして、ちょうど2021年が実は20周年だったんですね。でこのプロジェクトをちょうど始めて足掛け3年になるんですけども、いよいよ今日の日を迎えることができました。佐永さん、おめでとうございます。ありがとうございます。いろいろありましたね、本当ね。ありましたね。この日迎えるまでに、ね、本当にありましたね。2年ですか。2年ですね。2年かかりましたね。かかりましたね。はい。最初に久永さんにお会いしたのが、2021年の春か夏ぐらいだったんですよね。そうですね。2021年春かな、春ぐらいですかね。春過ぎぐらいの時の。はい。で正直ごめんなさいね。話もらった時に、いやこの人何言ってんだろうと思って、ごめんなさいね。今だから話しますけど、この人何言ってんだろうと思いながら聞い取りました。はい。すみません。レコード会社がなんで屏風を発注するんだろうと。そうなんです。ですよね。で私もですね、久永さんにお会いするまで全く伝統工芸ですとか屏風の知識なかったんですね。でなぜこれを作ろうと思ったかというとですね、ちょうどうち会社を渋谷で始めて、ずっと渋谷の周辺で仕事してたんですけど、ちょっと2021年に20周年なんで、なんかちょっと特別なイベントやろうということで企画してたんですけど、コロナの折もあってですね、中止せざるを得なかったんですね。なのでじゃあ何かちょっと特別な、自分のバックトゥザベーシックっていうか、テクノを、次世代に残したいということで、うちの会社のコンセプトっていうのがユナイテッドミュージックアンドアーツっていうことで、音楽とアートを結びつけようっていう会社でもありましたので、そのタイミングに渋谷から麻布に越して、麻布に結構面白い建物なんですけども、洋風の建物なんですけど、真ん中に茶室があるんですね。でまさにちょっと後で見ていただいて、今も見えてますね、あそこにまさにああいう茶室がありまして、何かシンボリックななんか作品を作りたいなっていうところから実は始まってるんですよね。そういうことですね。はい。あそこの見ていただきましたね。もう見て、それこそその一番初めお会いさせてもらった時に、プロトタイプですよね、あれね。プロトタイプがもうすでに飾ってあって、っていうかもうできてるじゃんと。でこれを作ればいいんだなっていうふうには思うんですが、やっぱり我々の中でもですね、やっぱ金屏風っていうのはなんていうんですかね、あんま表に出てはいけないものっていうのが実はちょっとあったりするんです。それは何かっていうと、やはり人がこうそれこそ華やかな席だったり何だったりに結局バックに屏風を出したりするんですけども、主役になることはないんですね。はい。なんだけども今日まさかの主役になってるという、なんかすごく感慨深いものがあります。ありがとうございます。はい。なのでまさにその茶室に最初は屏風なのか何か分からずに、何かアート作品を最初購入したいと思ってたんですね。でいろいろ見てたんですけど、しっくりくるものがなくて、じゃあ自分で作ろうと。で実は久永さんの会社歴成社さんのアートディレクターの、ライトキューブの木村さんという方と、その頃よく皆さんもズーム飲み会とかやってませんでしたっけね、ズーム新年会みたいなことやってまして、その時に、何人かの中に木村さんがいらっしゃって、ここになんかこの茶室の中になんかアート作りたいんだけどっていうことで、屏風だったら僕作れますっておっしゃったのが今回の始まりだったんですよ。始まりだったんですね。だから本当すいません、木村さんに感謝です。ありがとうございます。このタイミングいただきましてありがとうございます。もうそういうきっかけで、この作品が出来上がりました。はい。
特になんか大変だったこととかはございますか？そうですね、一応その屏風っていうものはまずはですねこのなんていうんですか、こういうパーテーションみたいなのがあって金箔を貼るわけではなくてですね、紙に金箔を一枚一枚貼って、でまずは金紙を作るんですね。その金紙を屏風に仕立てるんですが、その際に、それこそこのデザインをこの度手書きではなくてインクジェットなんですけども、やっぱり我々金紙の上にインクジェットを載せるっていうことがまた新たな挑戦でもあったわけですね。だからこう箔がどうにかなるんじゃないかだったりなんだったり、やっぱその辺がすごい不安なところでもあり、ただやっぱデジタルの今のデジタルのまたその技術っていうのは向上してるなって思ったのが、やっぱこう金箔を傷めずにこういうふうにできたっていうのは、また多分世界で初めての試みだったと思います。はい、はい、この作品って1979年に、この後出演いただくルービーチさんが作られたものなんですけど、当時って当然デジタルではなくて紙の半下だったんですよね。でそれを、お借りして作りたいと思ったんですけど、それが存在してなくて、結局オリジナルのアメリカ版の一番いい色味が出てるものをスキャニングして、このクオリティまで上げたんですけども、で我々としても CD とかですね、アナログレコードは作ってるんですけど、このサイズの屏風って初めて作ったんですけど、実際にこの女性、アンドロイドなんですけども、やっぱり女性なのでこの肌の質感、特に頬だったり、この唇だったりの赤だったり、このワイヤーですよね、このピンクの質感っていうのを非常にこだわりまして、最終的に6回ぐらい色子を出させてもらいましたよね。そうですね、もう何度も何度も吸って、すいません、本当になんていうんですかね、金の上にもちろん今回UV インクジェットっていうのを使わさせてもらって、白が1枚の、白が1つ1層乗ってはいるんだけども、やっぱり箔の上に白が乗って色が乗るっていうのはやっぱ正直いろんな見え方がするんですよね。はい、だからその辺は結構苦戦したところだったかもしれないです。はい、そして今回テクノの先進性を取り込もうということで屏風に NFT が実装されました。それに力を貸してくださったのがシャワーのタテさんでした。タテさん、このテクノ屏風の NFT というのは一言で言うとどんなものですか？そうですね、まず NFT が何なのかっていうのがあると思うんですけど、NFT はノンファンジブルトークンって言って、代替不可能なトークンっていう意味になります。でこれ何が代替不可能なのかっていうところなんですけど、今までデジタルのデータっていうのは、例えば、友達に写真を送ったりすると自分の手元にも写真があって、で相手にも写真がある。なんでこう複製していくものだったんですね。そうするとオリジナルのデータってどれかわからないみたいなことで、結構その証明書として使うとかっていうことはちょっと難しかったかなと。でこの NFT という技術はもう自分が相手に送ったら自分の手元から消える、本当にフィジカルの紙とかみたいな感じで手元からなくなる、このデータに一位性を持たせられる。でそういうところからこういった技術を使ってデジタルの証明書を作れるんじゃないかっていうようなものかなというふうに思っています。その NFT によってどういうことができるんでしょう？そうですね、もともと NFT って去年一昨年くらいからすごい流行っていて、デジタルアートに使われたりとかっていうのがあったんですけど、今回みたいにですね、このフィジカルのアートの証明書、これちょっと今は見えないんですけど、裏側に、NFC チップっていうものが入っていまして、これはSuicaとかパスモみたいなもので、スマホをかざすと証明書を参照できるようなものになっていて、でそこを参照すると今までの取引の来歴であったりとか、そういったものがそこに記録されている、なので誰が持っているか分かるみたいなことだったりとか、あとは日本だとちょっとアートとかの作家さんのですね、その二次販売ですね、人から人に販売された時の収益の追求権というものがちょっと日本にはないんですね。ヨーロッパとかだとあるんですけど、なんでこの NFT を使って、その2時3時4時って販売されていった時に、そこの収益の一部をアーティストさん作家さんに返すような、そういったことも実装できるかなと思って今回実装の提案をさせていただきました。はい、なるほどですって。ひろいさん、いや本当舘さんとの中でもね、ちょうど1年半ぐらいですかね。そうですね、ですよね。はい、もうそのくらいになりますね。たまたまお会いした時にこのプロトタイプができてまして、で舘さんこれどうって言ったら、舘さんが最初の感想がやばかったですよね。
はい、まあ久永社長と一緒なんですけども、クレイジーですねとこれ何なんですかこれはっていうのではいっていうことがありまして、で最初お会いした時にはこれあくまでもフィジカルな作品だったので、NFT 化っていうのを実は考えてなかったんですけども、舘さんがNFT のプロフェッショナルということで、何かこの本来 NFT ってデジタルアートの、暗号化だったりすると思うんですけども、このフィジカルと NFT をどう結びつけるかみたいなことを、ミッシングリンクをつないでもらうようなことを、舘さんにお願いしたい、ここに至るって感じですよね。そうですね、ちょうど自分が NFT やブロックチェーンの事業に携わっていたっていうのもあって、ひろしさんからも何か、できないかっていうふうにご相談いただいて、でそこで今回実装している、NFT の企画は、スタートバーンという会社さんが運営されているスタートレールポートっていう技術を使っています。でこの技術は他にも集英社さんが作っているワンピースのアートだったりとか、あとは音楽だと池田亮司さんの作品にも採用されているようなもので、今回のこの企画にぴったりなんじゃないかっていうふうに思ってひろしさんにそうですね提案させていただきました。はい、なるほど。いやでもこれ本当に実現できたことが素敵ですよね、ひろしさんね。そうなんですよね。本当にいろんな、たくさんの方のご協力があってここに至るんですけどね、はい、本当久永さんとも、去年の夏ですかね、本当いろいろ大変なこともありましたけどちょっとその話を久永さん、その話してもいいんですか。してもいいんじゃないですか。それこそもう本当いよいよもう形になっていろいろと作る工程だったり何だったり撮影だったり何だったりいろいろさせてもらう中で、それこそ打ち上げに行きましたね。あの日は行きました、打ち上げに行ってですね、広島のお好み焼きを食べて、でその後、私がお世話になっている大先輩の店に、やらさせてもらって、みんなでどんちゃん騒ぎしたんですね。そしたら翌週みんなでコロナになったというですね、まさかの8人の撮影クルーだったんですけど、そうですね、6人が感染したという、そうですね、感染していい思い出です。いい思い出ですね。そのどんちゃん騒ぎした広島のなんていうお店でしたっけ。スリムチャンスニュース、スナックニュースリムって言って、実は今日大将がお越し、マスターがお越しなんですけども、その大将とその時すごい盛り上がったんですけども、YMO のウィンターライブ、広島郵便貯金ホールでしたっけ、行かれてたということで、でなんと本日そうです、お買い上げでございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。すいません先輩、ありがとうございます。こうして多くの方々のご協力でいよいよテクノビオ部が世に出ることになりました。ひろしさん、皆さんに心から感謝ですね。ありがとうございます。はい、どうも今日は本当に改めてですけども、ここにいらっしゃる、YMO だったりとか、ルービーチさんの版権持っていらっしゃるソニーミュージックパブリックさん、アルファミュージックさんをはじめ、たくさんの皆様のご協力があってこの日を迎えることができました。どうもありがとうございます。感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、一言だけいいですか。はい。ゆうまさん20周年おめでとうございます。この度箔がつけれたっていうことで、おめでとうございます。改めてありがとうございます。箔がつきました。社長も今日お召し物素敵でいらっしゃいますね。ありがとうございます。気づいていただけましたか。はい、いつ言おうかと思っておりました。ちなみにこれライダー革に銀箔押しってやつですね。銀っていうのは脆いので、これ最終的に真っ黒になるんですよ。だからその経過を今後久永が何か出るときはこれ着てるので、色が変わったなと思ってもらったら、でも剥がしたらついちゃうんですか。これはもうコーティングしてあるんですから。これ金と銀で合わせられたんですか。実はそうなんです。やった、よかった言えて。ありがとうございます。歴史映写さんって、ウェブサイト行ったら分かるんですけど、この屏風以外にもね、屏風自体も宮内庁さんとか、帝国ホテルさんとか、ホテルさんいろいろもろもろ五つ星ホテルの内装だったり何だったりやらさせてもらってるんですけど、今はですね、空気と水以外には発酵をするっていうことで、メイキットゴールドっていうYouTube もやっておりますので、皆さんぜひ覗いてやってください。何かというと、なんでこんなものに発酵したんだっていうのに基本やってるんで、我々、なんかそういう技術を持って、でなんかそれこそ今回ご一緒させてもらったっていうのがあると思ってます。今年で会社何年目でしたっけ。今年で今118年でございます。118年歴史持ってらっしゃる。何代目ですか。6代目なんですね。ただ6代目で118年って実は早いんですね。
でなんかこういろいろ聞くと大体150、60年ぐらいで6代目なんですよ。うんでまあいろいろこうやって先祖を見ていくとですね、大酒飲みのあれですね、みんな肝臓悪くして亡くなっていくと、短命なので太く短く生きてやろうと思っております。はい、何度も楽しいお酒飲ませていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はいごめんなさいそんなわけで広石社長、久永社長、立社長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがありがとうとうございましございましたた。本日正午に受注を開始したテクノビオ部でございますが、早くも多くのご注文いただいているとのことです。よかったですね。ここで一つちょっと会場の皆様にご案内なんですが、ちょっと右側の方が余裕がございます。左側の方ちょっと混雑しておりますので、少しずつお気持ち右側に、進んでいただいていけると嬉しいなと思っております。大丈夫でしょうか。はい、それでは先ほど素晴らしい演奏を聴かせてくださったクラビコードの内田明さん、小の遠野珠美さんをご紹介します。どうぞ。内田さん、遠野さん、ありがとうございます。内田さんは14世紀に考案されたクラビコードという鍵盤楽器を制作していらっしゃいます。自ら楽器を作り、音を調律し演奏する音楽家です。京都の清水寺では奉納演奏も行っています。遠野さんは国立、劇場にて演奏したりしている、奏者でありますが、大学時代は電子音楽を学び、現代アートのインスタレーションの活動も行っています。そしてお二人はテクノビオ部のミュージックビデオに使用されている YMO の曲「トンプー」の作曲者坂本龍一さんともご親交がおありなんですよね。まずは遠野さんの方から。はい、そうですね。私は、坂本さんがお作りになった映画音楽で、何度か、演奏させていただいておりますけれども、そういったご縁を一つきっかけに、私のアルバムをコモンズさんから出していただいたんですが、それは実は雅楽の古典曲ばかりを小と、ウという楽器だけで演奏したものなんですが、そのプロデューサーに、なってくださいまして、大変いいアルバムが作れました。なるほど。内田さんは。はい、僕の、坂本さんとの、関係なんですけども、龍一さんの娘さんの坂本美優さんとですね、一緒によく演奏しておりまして、である時坂本美優さんから、LINE でパパがクラビコードを欲しがっているという、メールが来ましてパパって龍一さんだよねと思いまして、でもう2つ返事でぜひ作らせていただきますという形で、龍一さんのためにクラビコードを2、3年前に作らせていただいて、そこで、何回かお会いしたことがある、形ですけど、そんなに深い関係ではないかもしれないですけど、何回かお会いしてクラビコードを、彼のために納品させていただきました。なるほど。伝統芸能とテクノって実は親和性が高いということがよく分かりました。それではお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ちょっといいですかね。実は遠野さんとは、今回の件で初めてやり取りさせていただいたんですけど、それこそ Zoom で打ち合わせしてる時に、びっくりしたのは、雅楽の方だと僕はずっと思ってたので、モジュラーシンセっていう言葉が出てきたんですよね打ち合わせの時に。で、大学でそういうシンセを勉強されてたってことですね。音楽大学でですね、現代音楽というか最先端の音楽を勉強しようと思って音大に入ったんですけども、その最先端のものっていうのは、当時、コンピューターミュージックがもう出だしておりましてなんですけども、学校にはまだ電子音楽って
っていう科目がありましてね、でちょうどそれをこう触るのと同時に雅楽を勉強し始めまして、でこの今日聞いていただいてお分かりかもしれないですけど、小ノートってほとんどサイン波でできてるんですよね。でサイン波って電気的にテクノをなさる方はもうそれが基本であるってことをよくご存知かと思うんですけど、で学校ではそのモジュラーシンセですとかですね、そういったものはまだ電子音楽なのでパッチを組んでコードを引き抜いてみたいなこれですまさにこれを片ややりながら、でも私はちょうどもうデジタルシンセができてた時代ぐらいからのそれこそテクノが萌芽しているところで子供時代だったので、もうデジタルだったら簡単なことをどうしてこの状態で電線をこう引いたり抜いたりするのかしらって思ってたんですけども、それと並行してそのコンピューターミュージックっていうのはコンピューターそのものはただの箱なので何を入れたらいいかっていうのがすごくその創作上の課題になるわけですよね。でそんなところに一番新しいテクノロジー新しいメディアには一番古いコンテンツをこうなんて言うんでしょうかね並べてあげれば、面白いものができるんじゃないかなっていうのがあって、じゃあ一番古いものは何かっていうと日本では、世界でもですね雅楽っていうのは、とにかく一番古い現存する音楽なんですよね。なので、そこにこう学びをこう機会を得て、いろいろ試行錯誤させていただいております。今の話の中ではい一番古い楽器、はいでそれとテクノロジーっていうことで、はいもう一つ興味深いエピソードがあったのは、はい録音されてええそれを CD 化される時にはいなかなか小の音を取るのが難しかったっていうことをおっしゃってましたけども。そうですね、ええ雅楽のお稽古をする時にでもですね、今皆さんみんなお稽古事は音を練習を取ったりしますよね、録音を。でそうしますとですね音質が変わって小の音がこううまく再生できないんですよね。でそれはなんでかなっていうのを、ある時ご縁がありまして、ソニーのアイボとかを作ってらっしゃった土井様っていう方に疑問をぶつけたことがあるんですけど、そうしたらそれはね実は CD というものの標準化という企画を作るときに、人間の耳は 20Hz から 20kHz までしか聞けないというのが、一応理論なので、その範囲中に情報を集めるっていう作業をして CD が生まれたんだよって言ってくださったんです。でも実はそれ以前から超音波の世界っていうもの今でしたら簡単に190何系みたいなものが、音でも扱えますけども、そういった研究っていうのはもう LP の時代からありまして、で君面白いからソニーの研究所に来て小の音を録音してごらんって言われて、で撮っていただいたらピークがですねもうその私が使ってるその当時の楽器でも 60kHz ぐらいまで出ちゃうんですよ。でさっき申し上げた 20kHz が CD の限界ですから、そこから上の 40kHz 分の情報を全部カットしたのが、その CD のメディアの限界だったんですね。でそうなるとやはりこの生演奏をしなくてはいけない、生演奏でお伝えしなくてはいけない鮮度の高い音っていうのが実際に存在してるんだっていうのが分かって、でこういうきちん生の演奏のプレゼンテーションというのも大切にしなくてはいけないなと思ったようなことです。なるほどなるほど。ちょっと内田さんにもちょっといろいろお話を聞きたいですね。はい、だからあれですよね、 CD よりも小の音っていうのは今のいうハイレゾ向きかもしれませんよね。そうなんですね。それでなかなかそのハイレゾが出るまで私はなかなか録音をしようっていう気持ちにならなかったんですけども、CD の技術もかなり出来上がってレベルが上がったので CD というメディアの可能性もある意味、雅楽ですとかこの小の音に照らすことでそのポテンシャルっていうのが発揮できるんじゃないかと思って一つパッケージも作ってはみたんですけども、こういう場所にいらっしゃって、特にここはですね今お料理もとてもレベルの高いものをお出しになるんですけれども、その質感の部分ですよね。やっぱり食に本当に近いと思うんですけれども違いが分かってしまうじゃないですか。音も皆さんも多分違いがお分かりになる。でそんな中でやはり用途に TPO に応じてですねその接し方を選んでいただきたいっていうふうに思う
わけです。ですので、こういうこの舞台本当に素晴らしいんですけど、今日聞いていただいて響きの素晴らしさをご体感いただいたと思うんですけども、この水安の舞台大変質の高い音を皆さんにお届けすることができます。で、片ややはりこういう今日はデジタルのメディアで配信もしていただいてますけども、そういうことが一つのきっかけになってですね、音楽に触れていただける可能性も広がってるっていう意味で、本当に、テクノのこう一つのこう広がり方っていうのがまたこういうところに戻ってきたりして行ったり来たりしてっていうのが楽しいなと思います。遠野さん、一つ一 YMO ファンとしてお聞きしたいんですけど、はい、坂本さんにプロデュースされたわけですよね。はい、なんか録音されてる時とか、なんかユニークなエピソードとか、なんか記憶に残ってらっしゃることってありますか？そうですね、小の音はいろいろこうお気に召してくださってるなと思うんですけれども、いろんな実は私出会いの後にですね、その先ほど映画音楽っていうふうに申し上げましたけども、それ以外にですね、素晴らしい作品だなと思うのが細野さんの「風の谷のナウシカ」を、坂本さんが編曲なさってるバージョンがあるんですけど、そこで使われてる章はもう本当に自分で聴いてもしびれちゃうんですけど自画自賛というよりはその、坂本さんのお料理の腕の素晴らしさというのでこういうふうに章も使っていただけるそういう時代が来たなっていう気がいたしました。はい、内田さんにもねちょっとお話をお聞きしてみたいですよね。いやもう遠野さんが素晴らしいおしゃべりしたんで、なんか僕がしゃべる必要がない気もしますけども、何か聞きたいことあればお答えしますよ。まず何でしょう、クラビコードっていう楽器に出会ったきっかけとか。そうですね、出会ったきっかけはですね、ある仏教思想の強い、方からメールが、またメールの話になるんですけども内田君は自然と調和する音を探した方がいいですよって言われたんですね。で、自然と調和する音というのは神様の音ですっていうことをメールでいただいたんです。でその時は僕はサックス奏者だったので特に鍵盤を弾いてなかったんですけども、そのワードがすごくずっと残ってまして、でその彼が亡くなってしまった後にクラビーコードという楽器に出会いまして、で今日はマイクを通したので少し大きい音で聞いていただいたんですけども、生音っていうのは本当に僕の声よりも全然小さくてですね、最初こう耳を疑うような小ささなんです。なのでこの楽器であれば自然の音と調和ができるって思って、それで最初は人の楽器を借りて演奏していたんですけど、これぐらいだったら作れそうだなと思って、それで自分で作るようになりました。内田さんのね、最初の出会いもすごく奇跡的だったんですけど、今日もいらしてるんですけど、共通の知り合いのカメラマンの鈴さんという方がいらっしゃって、お互い葉山でですね夏の日に今度テクノ屏風出すんだよと、その時の、発表イベントで演者を探してるっていう話をした時に鈴さんから紹介いただいたんですね。で今名古屋にお住まいなので東京にはよくいらっしゃらなかったので、今度何ヶ月かの間にいらっしゃったら紹介しますっていうことで、YouTube に上がっている清水寺の奉納ライブ見せていただいてすごく感銘を受けまして、で、その日のうちにぜひお会いしたいっていうことを鈴さんにお伝えしたら、なんと翌日たまたま葉山にいらっしゃったんですよね。そう、たまたまちょっとなんか風の知らせか何か鈴さんに連絡しなきゃと思いまして、で連絡して、で鈴さんの家に行ったら、今日なんかすごい人が来る、とにかくすごい人が来るから彼らに演奏を届けようっていう話になりまして、2人でしつらいを、始めまして、ろうそくがいいだろうっつってろうそくだけでお供して、でそこにクラビコードを置いて、で広石さん、ご夫妻には、ここのソファーに座っていただいて、こう聴く環境を全て揃えて、で、広石さんが到着してすぐにソファーに座っていただいていきなり演奏を始めたっていう流れで、シチュエーションも真っ暗でね、真っ暗で今日みたいにろうそくだけがあったんですそうもっとちっちゃいろうそくだからね、はい、もう真っ暗で怪しい雰囲気の中聴いていただいて、
でもそんな中でもひろいさんが感銘を受けていただいて、このクラビコードの良さというものにすごく、気づいてくれたのとても嬉しくて、それでひろいさんとぜひ仕事がしたいなと思いまして、今回演奏させていただく、機会となりました。はい、どうもありがとうございます。その日のうちにあれですよね、この日スケジュール空いてますかとお伝えして、そうですね、快諾いただいて、はいはい、でこの後見ていただくテクノ屏風の MV ミュージックビデオといいますか、開けテクノっていう名前で作ってるんですけども、その MV はトンプが後半流れるんですけども、前半をクラビコードで演奏を作曲していただいたのがこの内田明さんです。はい、なるほどなるほど。はい、その中にはクラビコードとサックスも一緒に演奏して録音してあります。実際トンプの旋律って結構クラビコードで弾きがいのある旋律なんじゃないですか？そうですね、かなり弾きがいがあるというか、クラビコードってこう半音を同時に出すことができない楽器であったりするので、いろんな制約の中からクラビコードで弾けるようにアレンジして演奏しました。なるほどなるほど。だからあれですよね、ピッチというと小も小のピッチとクラビコードのピッチというのがありまして、はいはい、今日2曲演奏していただいたんですけど、はい、プロジェクションマッピングの音のストーリーがまたまたミラクルみたいな、そうですね、セレンディプティと言いますかね、起きましたよね。はい、はい、今日その、そうですね、プロジェクションマッピングの方で、聞いていただいた最初の音は正倉院の復元楽器の小の大きいサイズのものって言ったらいいんでしょうかね、そのの音がベースとして作られている作品なんですけども、国本玲さんという方がお作りになった曲で、初めこれサンプルでですね、その、映像につけて、私拝見したんですけども、これが使ってあるのでとてもショート親和性がいいのでこのままお使いいただいたらいかがですかって言ってて、その時自分で気がついてないんですけど、実は私が演奏したソースだったんですね。で、国本さんからご許可が出たと。その後ろの方にいらっしゃるテクノの、アートディレクターの生田さんと架橋さんがプロジェクションマッピング作っていただいたんですけど、音は当てだったんですよね、はいはい、あくまでも、はい、これ遠野さんが演奏されてるのご存じなくて、はい、で、3日前かなんかにその音が届いて、で、遠野さんが、この小の音いいねとおっしゃってできれば使いたいということで、ですね、ですね、はい、でただ、今日配信させていただいているのでこれ権利処理しなきゃいけないと、本当3日間でニューヨークにご連絡し、実は昨日の、夕方でしたかね、許諾がおりまして、これが実現したという運びがありましたね。そうですね。ですので、もうそれこそテクノロジーのおかげで私が自分自身とデュオをしたっていう状態になりましたし、それから実はもう一つ申し上げるとですね、今日聞いていただいたその後半で聞いていただいた時には楽器を黒い色のものに変えているんですが、これはですね竹ではなくて黒炭でできた小なんですね。でなおかつですね、そのリード、小はリードが振動して音になるんですけど、そのリードがですねJAXA さんで使っているチタンの素材の、一部を楽器にこう蘇らせてというか、その素材を生かして作られたもので、世の中に多分今2巻しかないと思います。で1巻はあるやんごとなきところに収められているので、まず皆さんのお耳に触れることがないんですけど、今日はそんなことで本当に最先端の最新の楽器を皆さんにご体感いただきました。ありがとうございました。これは京都の私と違う名前なんですけど、東の安信さんという方の、音作でございます。はい、なるほど。いやまさに伝統芸能とテクノって実は親和性が高いというのがね、ひろしさんよくわかりましたね。ありがとうございます。もう一度お二人に拍手をよろしくお願いいたします。実はですね1週間前にですね2泊4日の弾丸でロサンゼルスに行ってきまして、この後見ていただくルービーチさん、作家さんですね、この作品の映像を撮ってまいりました。
最初はこの番組に生で出ていただくっていうお話をしてたんですけども、時差も関係もありまして、ロサンゼルス今深夜の3時とかなので、今回急遽ロサンゼルスに行ってこの映像を収録させていただきました。It came to me like any other assignment that I would get from a record company. I got a call from Roland Young, who was the art director at A&M Records at that time. I guess it was 1977. And he called and he said, I've got a record cover for you to do. It's for a Japanese band and they do electronic music. And I thought, okay, well, that sounds interesting. And the only electronic music that I was familiar with was Kraftwerk, of course. And a guy from the late 60s named Morton Subotnick, who had an album called Silver Apples of the Moon. But it sounded very much like what one would think of as outer space music. So I was intrigued, but I wasn't, you never know what the music's going to be like unless you're familiar with the act when you're asked to do a record cover. So I wasn't expecting, I didn't know what to expect, frankly, but I wasn't expecting what I heard. Computer games and Tong Pu I thought were just amazing. And so fitting for the time, because computer games and home computers were just becoming something that was new and fresh, and there were Space Invaders and things on Atari. I think Pong was around then. You remember Pong, the console games in bars and restaurants? Yeah, it was like 10. Yeah. So I liked Kraftwerk okay, but this was so different and so attuned to the times, especially with computer gaming, that I just thought it was great. And it was, and it also had a sense of humor, which I always liked about Yellow Magic Orchestra. They had a sense of humor. What's that song that they do on multiples? Mr. Ohira. That's very funny. And yeah, I think, anyway, I was intrigued and I was happy to get the assignment, of course. And I had no idea that it was, that it would become such a phenomenon, you know, became a very popular record in the United States. I think you saw I was thrilled. I had no idea that it was going to be so beautiful. So Utsukushi, I really didn't know. All I saw was pictures of it, and I thought, oh, that looks great. That looks really good. But to see it in person is very, very special. To see the gold, to see how perfectly made it is, it's very impressive. Besides being beautiful, I've always been impressed by, you know, the Japanese ability to meld the practical and the aesthetic in such a way that they work seamlessly, you know, and this is a wonderful example of that. It's just great. It's Christmas in February. It's cold outside, but warm. The gold, warm gold, it's keeping me warm. Yeah, it's wonderful. Please enjoy YMO. It's timeless. The music will never go away. I'll go away, but the music will still be here.
And if you are lucky enough to see this in person, I think you'll be amazed at how beautiful it is. It really is a wonderful thing. If I may, I'd like to say hi to some people in Japan as well. Atsushi Fukuda and Naoki Sakai and Bruce Osborne, Itsuo Mayumi and Kion Kion, whose name I never remember her real name. Koizumi, yeah. Hello. Shout out. Thank you. Thank you very much. Of course. Of course. Thank you, Hiro. Thank you. Thank you. I appreciate you so much. Yeah. はい、そんなわけでテクノ屏風になったそのイラストの作者のルーブイチさんからの貴重な最新メッセージでした。ひろいさん、夢のようでしたね。そうですね。本当に喜んでいただいて、ですね、3月の9日が、ルーブイチさんのお誕生日で、まさにこれエディション50なんですけど、やっぱりリスペクトを込めて、01を彼にプレゼントしたんですけど、本当ですか？本当クリスマスとニューイヤーと誕生日が全部一緒に来たようだって言って喜んでいただいて、もうその場でリビングルームのスペースに飾ってくれました。なるほど。ひろしさんももう子供のような顔してらっしゃいましたね。本当に嬉しかったじゃないですか。本当にそうですね。最初にこのジャケット見たの小6だったんで、その時の気持ちに戻ったような気持ちです。いや素晴らしいです。おめでとうございます。はい、それでは本日の最後のゲストをお招きしてのトークを行いたいと思います。日本が誇るテクノアーティストケン石井さんと YMO に関する著作もあるライターの吉村英一さん、そして今日の中継をしてくださっているドミューンの宇川直弘さんです。皆さんご登場よろしくお願いします。いや、すごいインタビュー映像でしたね、ひろしさん。ありがとうございます。吉村さんはルービッチさんに一度インタビューされたことがあるんですね。ズームで1回とメールで1回とかそういう感じで、すごく気さくでいい方ですよね。そうですね。本当たくさんのアーティストのジャケットを作ってらっしゃるんですよね。結構僕とひろしさんとほぼ同い年で、まあケンシーさんはちょっとしたですね。宇川さんも大体同じ。で川村さんはずっと下なんですけれども、はいそうですね。皆さんそれぞれYMO の衝撃ってどういう形で受けたんですか。まずケンシーさんから。そうですね。小学生の時で、多分3年生4年生ぐらいの時にゲームセンターなんか入り浸ってるような小学生だったんですけど、である日友達ん家行きましたらお兄ちゃんが友達のお兄ちゃんがステレオでなんか音楽かけてたんですよね。でたまたまそれで普通にかけてるだけで、あれなんでなんかゲームの音が聞こえてくるぞって言って、それでこれ何って言ってそのお兄ちゃんに聞いたのが YMO の最初のコンピューターゲームとかっていうところで、こんな音楽あるんだと思って、その日にも本当に家帰って父親とか母親に聞いた、これ何ってあれ何って聞いた覚えがありますね。それぐらい78年とかその最初の頃だと思いますね。まさかその頃は将来自分がテクノのアーティストになるとは。いや全く思ってないですよ。もう本当にもうその辺駆けずり回ってるような子供だったんで。川村さんちょっと下ですけれども世代的にどういう出会いだったんでしょう。そうですね。テクノドンからなんですね。だから再生からなんですけど、あんまり好きすぎちゃって、なんか YMO のファッショナブルなイメージっていうものも好きだったし、音楽も好きだったし、今日なんかも実はヘアメイク吉川清美さんっていうその当時YMO 界隈でヘアメイクなさってた方にやっていただいたりとかしたし、3回ライブですね。はい。それで
あとはやっぱりこのファーストアルバムの「ファイヤークラッカー」とかはやっぱりこう自分がその後バレアリックやチルアウトの現場とかですごいもう世界中どこ行ってもいろんな DJ がプレイしていてすごく影響を受けましたね。サンプリングネタなんかにもすごく使われてますね。ね。宇川さんはどういう出会いだったんでしょう。いやもうね同世代だから多分同じだと思うんですけど、これ重要なのは子どもたちの間でテクノポップブームが起こったことだと思うんですよ。で当時ってシンセサイザーが高額でなかなか買えなかったってこともあって、富田勲先生が月の光を出したりした段階で NHK とかが取材に行って富田先生のレコーディングスタジオに行って取材してるのを見てたんですね。だからタンスの存在ももちろん知ってたんですけど、ようやくそこで全く新しい世界観、何かって言ったらビートですよねがエレクトリックビートを感じたっていう体験をしたんです。それが小学校5年なんですけど、で79年でしたよね。79年ですね。79年日本版が78年に出て、78年、でこの世界は発売版が出たのが79なんですよ、だから80の先駆けで、80って何かって言ったらもう日本超バブル絶頂期で全く新しい更新ができる、その未来的イメージ全部背負ってたのが YMO だと思っていて、でやっぱあの頃って家電がね日本世界的にバズってたのと、あとゲームアニメーション全て、あともう一つは漫才ですよね。漫才も漢字からザ漫才に変わってローマ字になることですごいニューウェービーに聞こえた。でそのポップアイコンを全部背負っていたのが YMO だったっていう印象があって、やっぱ面白いのは吹奏楽部がライディーンのカバーしてたその時代ですよね。シンセが小学校に1台もないから吹奏楽部がYMO のライディーンのカバーしてた、テクノポリス TOKIO とかその頃ですよね。あれ今もプロ野球の応援とかで、テクノポリスやライディンたまに使われてますよね。ですよね。いや身内音楽っていうドミューンすごい吹奏楽とかピアノ発表会とか社歌とかばっかり集めたレコードだけをプレイする番組やってるんですけど、そこでやっぱ79、80やっぱ80ですけど、80って書いたら大体ライディンやってます。日本全国の小中学校が。僕も小学校の時放送部とかやってて、で運動会用のなんかいろんな曲が入ってる LP みたいなのがあるんだけどその中にライディン入ってましたね。入ってましたよね。だからかけっこの時とかライディン、そうそう、でもシンセじゃないんだよね。そうそうそう、だから暴走族がかけてましたもんね。そう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 、暴走族も好きだった。そうそうそう、ゴッドファーザー愛のテーマとライディンをかけながらしてました。僕田舎のねその頃中学生だったんですけど、流行ってたのが横浜銀杯か YMO かっていう、そんな感じでしたね。ヤンキーになるかテクノカット、ね、リーゼントかテクノカットかみたいな、この選択肢はもうこれ竹の子族とかももしかしたら YMO 本当そうだったんじゃなかった。もろ同じ期かぶってる。そうそうそう。いやで僕なんかはやっぱり小学生の終わりの頃なんですけれども、当時同時期に「スター・ウォーズ」とか「ミストの遭遇」みたいな SF 映画もねブームになって、それからしばらくして今度は日本の YMO というバンドが世界で人気っていう NHK の放送なんか見たらかっこいいなと、ホンダとかソニーとかそういう並んで YMO ですよね。70だから7、8年に SF ブーム来て、で「スター・ウォーズ」の時期に富田勲先生の惑星がビルボードでブレイクして、ですごい大ヒット飛ばしたじゃないですか。あれが先駆けになって日本の電子音楽が未来的なイメージをまとって世界流通されたっていう印象がありますね。今ここにいる皆さんってもう自分も含めて何かしら YMO に影響を受けて今の仕事だったり人生を送ってると思うんです。それが一番体現してるのがひろゆきさんだと思うんですけれども、ひろゆきさんはどういう出会いだったんですか？はい、今の宇川さんの話もあったんですけど、僕もケンも言ってましたけど運動会だったんですね。運動会の時になぜかその女性の体育の先生がかけてて、でトンプーだったかファイヤークラッカーだったかかかってて、もうすぐ走り終わった後にそのブースにターンテーブルを見に行って、それで見たのがこれでしたね。もうとにかく最初この人たちが日本の人たちなのか海外の人たちかも分からず、シンセサイザーっていうのを見たこともなかったんで、なんでこんな音が出るんだろうっていう、そのまずサウンドの衝撃ですよね。そもそも人間がやってるのがロボットがやってるのが分かんなかったですよね。そういうイメージ。
ジャケットにご本人たちが出てなかったっていうのもそういう想像力がどんどん広がっていったっていう要因もあったと思いますね。でひろゆきさんはなんで今の仕事を選んだというかこういう人生を送ってるんだと思いますか？はい、僕もですねその頃にYMO のコピーバンドや始めまして衝撃を受けて、そうなんですよ。でもポリフォニックのシンセサイザー、和音が出せるシンセ買えないんでモノフォニックのシンセを買って、中学生のグループなんで4人でやったんですけど、でコードのシンセって当時ジュピター8とか98万円とかしたので買えなかったんで、コードの担当はエレクトーンで、モノフォニックシンセでメロディー弾いてでやってたんですね。でじゃあ文化祭に出ようということでみんなで練習して6曲ぐらいですね、テクノポリスとかトンプとか用意して行ったんですけど、その頃にですねその横浜銀杯とか流行ってる頃にその年に限ってものすごいバンドが出るということになって、急遽1月前ぐらいに1バンド3曲までみたいなルールに変わっちゃったんですよ。でこれは、ちょっと納得いかないなということで先生たちに掛け合ってなんとか2日制できないかって最初断られたんですけど、毎朝早く学校に行って校門で署名を取ったんですよ。なんか文化祭2日制規制同盟みたいなのを作りましてそれで、最終的に全校生徒の確か8割方から9割方の署名をもらって、先生とか持ってってみんな生徒望んでますと、ぜひ2日制でお願いしますって言ったんですけどまた断られなんでこういうことをやろうかと思ったのは、吉村さんも聞いてたかと思うんですけど、地方の小学生とか中学生って情報がね音楽の情報とかって NHK のサウンドストリートっていうのがすごい影響力ありましたよね。で坂本さんがねロンドンだったりニューヨークの最先端のサウンドを毎週かけてくれてたんですけど、ある時になんか全教頭というかですね学生運動の特集があったのって覚えてないですか？あったような気がしますね。坂本さんが確か新宿高校に行かれてた時にビラを配ったりとかヘルメットっていうキーワードが出てきて、あそうなんだこんなかっこいい YMO の音楽作ってる人たちってそういう思想も持ってらっしゃるんだっていうところまた影響を受けまして、竹光徹ディスるビラ配ってましたからね教授は。そうですか。そうです。でそういう影響もあってですね、結局文化祭は3曲しかできなかったっていうルールだったんですけど、結構盛り上がりまして、でじゃあ4曲目行こうっていうことで、見合わせてですね、じゃあチチキ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 チャンチャンチャンっていうところで先生たちが怒号で「お前ら何やってんだすぐやめろ」みたいな形でステージに上がってきてコンセント全部抜かれるみたいな、そんな思い出がありまして、でその後校長室にみんな連れて行かれて、お前らは文化祭をめちゃくちゃにしたんだと、ここに正座しろっていうことで30分ぐらい正座してみんなで泣いてたんですけど、いい先生が一人いまして、お前らにもう一回チャンスあるから、ステージやっていいよっていうことで、もう3曲ライディーンできたんだポンプやらせてもらったんですよ。よかった。そして、みんな総立ちになって、歓声上げてくれたりとか拍手してくれて、でその感動が忘れられず今に至るとつまりこの屏風はその感動から生まれたんですよ。そうですそうです。その後もうテクノのライフが今に至ってます。最後の曲がトンプだったんですか？最後の曲がトンプだったか、コズミックサーフィンだったかもしれないですね。コズミックサーフィンの可能性もある。そっちもやばいですね。でも眉毛剃らずにもみあげ剃ってよかったってことですね。そうなんですそうなんです。はい、まさに眉毛剃るかもみあげ剃るかどっちか。そうもみあげ剃ってました。もみあげ剃ってましたよね。僕もです。ちなみにその時のバンドの名前がいいですか言って。はい。青少年魔術楽団っていうねヤングマジックオーケストラっていう名前でやってまして、で当時YMOのワールドツアーの衣装が学生シャツですかね、あれに YMO って書いてあったんで、確かフジカセットかなんかの応募で当たるんですけど、僕らは全然やっぱりいくらはがき出しても当たらなかったんで、みんなでマジックで YMO って書いてステージ衣装にしました。でも黄色じゃなくて黒のマジック、ブラックマジックオーケストラですね。そうですね大喜利じゃないんだから、もうやめましょうそろそろ。
なんか2008年に YMO がロンドンでライブやったんですけれども、その打ち上げ会場に本当に白いシャツに手書きで YMO って書いたおじさんがいたじゃないですか。覚えてます？覚えてます。記念撮影撮りましたよね。ですよね。最高ですよね。あの時に記念撮影ね、あの時に写真撮っていただいたのが敷田さんですね。敷田さんですよね。すごいですね。写真集になったんですよね。おじさんと僕のツーショットが。いや、それよりスロッピンググリストルがYMO シャツ着てたのに俺衝撃受けましたよ。当時着てますよね。俺絶対あれマジックで書いてると思ってたらオフィシャルで差し上げたらしいじゃないですか、幸宏さんが。なんかね、ロンドン行った時坂本さんがハマースミスの楽屋でシャツを交換したって言ってました。そうなんですよ。で楽屋でみんなシャツ着て写ってるショットが残ってて、今もスロッピンググリストルと YMO すごい出会いですよね。だから海外のアーティストに影響を与えたっていうのはすごく YMO の大きなポイントであると思うんですけど、それをやった立役者っていうのが、当時アルファの社長だった村井邦彦さんだと思うんですけれども、作曲家としても有名な村井さんも今はロスに住んでまして、当然広石さんがロスに行った時にメッセージをいただいてまいりました。その映像をちょっと見たいと思います。素晴らしい。最初からね、海外で売ろうという意図のもとに作っていたわけですね。でその当時僕たちのアルファレコードというのは A&M レコードと提携していたんですよ。それで A&M レコードに駐在員を置いたんですね。でアルファの駐在員が A&M レコードのマーケティング会議っていうのに出るように契約したわけですね。でその駐在員が出て、それでまだ発売前の YMO のレコードをマーケティング会議でかけたんですね。そしたら A&M レコードの若手の幹部たちがこれは面白いって言い出したわけですね。そこから始まりました。これ僕が頼んだわけじゃないんですよね。で発売を決めたのはトミー・リー・ピューマというプロデューサー、大変有名なプロデューサーですけども、その人が発売を決めて、でその A&M のプロダクトマネージャーっていうのかな、そういう仕事をしてるそのマーケティング会議の若手のメンバーがこれ勝手に作ったんですよ。それで僕のとこ持ってきて、これ見たらなかなか面白いんでね、面白いなと思って、僕は電線芸者っていう名前をつけているんですけど。いや本当にいいと思いますね。大好きです。これがジャケットですよね。いいよね、屏風。いやもうすごいいいアイデアだと思いました。やっぱりその日本のね文化、伝統的な文化とこういう新しいものの組み合わせというのはとてもいいと思います。そういう考え方がすごく好きですね。常にやっぱりね伝統っていうのはあるんですよ。それに新しいものが乗っかっていくから面白いんですね。やっぱりイノベーティブなね音楽だったっていうことですよね。つまりねその時代を表している音楽っていうのは残っていきますからね。僕たちだって僕は1945年の生まれですけど、どんな音楽聴いて育ったかっていうとね、アメリカのビッグバンド時代のベニー・グッドマンとかさ、そういうのを聴いてたわけですよ。だから今の若い人たちが70年80年代を振り返る時にこういう代表的な音楽っていうことで YMOを世界中の人がねしかも聴いてる。
そういうことだと思うんですけどね。いやー、たくさんあるからな。やっぱりあれだね、ワールドツアーをね、一緒に全部僕行きませんでしたけども、一緒に行っていろんなことがあって、フランスでね、ラジオの実況で中継をやったんですね、コンサートの。だからフランス人のアナウンサーが出てきて、細野君に質問するんですよ、フランス語で。で通訳も何にもいないわけね。で生放送だからさ、もたもたしてらんないわけですよ。そしたら細野君がね、天ぷらそばが食べたいって言ったんだよね。日本語で答えたんだけど、そんなことも思い出すし、あとはあれですね、ハマースミスオーデンっていうね、ロンドンのどでかい会場でやって、そこで大受けしていて、で幸宏の友達みたいなそのミュージシャンの連中がね、どっと押し寄せてすごいみんな喜んでいて、でなるほどこういうふうになって成功したのかと思いましたけどね。あとは何があるかな、世界中で売れるとね、僕のところに印税計算書を送ってくるんですよ。分厚いんだこんな。それでそれを見てるとヨーロッパの主要な国だとか、北欧だとかいろんな世界中の国があるんだけど、インドとかね、南米の小さな国からもね、そんな金額が多くないですけど入ってくるんですね。でなるほど、やっぱり世界で成功するっていうのはこういうことなのかと、それもなんか印象に残っています。この撮影はいいですか？大丈夫？はい。OK？ はい。どうもありがとうございました。どうもどうも。ありがとうございました。どうも本当に素晴らしいインタビューありがとうございます。もう何度かお会いしたことありますけど、村井さんって本当に笑顔が素晴らしい方ですね。若いですね。さすがですね。さすがですね。で今海外からの印税計算書っていう話が出てましたけれども、ケン石井さんもね、最初むしろ海外で有名になってっていう。そうですね。同じ感じでして、本当に細かいのがいっぱい、本当にこうペルーとかそういうところとか、カザフスタンとかそういうところからも来るんですよね。クリンク。だからなんか新鮮な感じしました。しかも当時ファックスでしょ。ファックス。全部ファックスです。ファックスですよね。そう。ただこの78年ですね、45年前ですからね。もう世界が全然遠かった頃なんで。確かに。多分テレックスの時代ですよね。だからテレックスの前本当に熱量というかパッションが本当強かったんだなっていう、こういうものを売っていくぞみたいな、それをすごいと思いますよね、本当ね。パッションすごいなと改めて思ったんですけど、僕も何度かお会いしたことあったんですけど、ロスのご自宅に行って今回撮影させていただいて、これ撮影が終わった後にですね、でひろし君アルファ辞めた後何やってんのっていうことで、アルファの影響を受けてユーマってレベル始めましたってお話をさせていただいて、ベーシックにはテクノがあるんですけど、ゲームミュージック、アルファでも GMO っていうのもありましたし、最近若いアンドアルがアニソンとかやってますよっていうことの中で、初音ミクってご存知ですかって言ったら知ってる知ってるっていうことで、村井さんその場で初音ミクとコラボしたいっておっしゃったんですよ。でお隣の部屋に大きな画面があって YouTube があって、で最近の村井さんの作曲楽曲ですとか昔のものとかが一曲ウクライナの合唱団で歌われていて、その合唱団の楽曲をミクに歌わせたいって、その場でそういうまさにパッションを持ってらっしゃる。すごいっていうか、すごいアイデアというか突飛なアイデアというかね。今村井さんがこの電線芸者と名付けたジャケットすごいインパクトだとおっしゃってましたけども、2011年かな、アメリカのサンフランシスコで YMO がライブやった時に客席に二の腕にまさにこの入れ墨を入れたファンがいて、それ見たメンバーとかもびっくりしてましたけれども、この絵の衝撃の強さってのは鵜飼さん何なんでしょうね。やっぱり YMO って最初の細野さんのコンセプトがエキゾティックミュージックをシンセサイザーでやるっていうコンセプトでしたよね。
だからマーティン・デニーの曲カバーしてる「ファイアークラッカー」なんてまさにそうだし、でもう一つは富田勲さんの「月の光」に影響を受けて松武さんにお声掛けしてエンジニアやってもらったりとかしてる流れから、やっぱりそのエキゾと電子音楽、これの両立だと思うんで、ここには両方が入ってると思うんですよやっぱり。だから色あせないし、そのエキゾティズムっていうのももう Google 以降というかインターネット以降消費されたものだと思うんですけど、これが決定的に消費されない理由っていうのは歴史をまとってるからだと思うんですね。ものすごいだからその79年なんですけど、80年のなんていうのかな、こう日本の未来イメージの売り方の極点だと思うんですよ。でこのビジュアルがそれを全て体現しているような気がしているので、だから今日本が果たしてそのグローバルポップな世界で生き残っていけてるのかって言ったらそうじゃないと思っていて、K-POP みたいにはいかないだろうし、でそこをもともと目指してないと思うんですよ。ということはどうするかって言ったら再度エキゾ化すべきだと思っていて、完全にグローバルポップマーケットから距離を置いた突然変異だったり、もしくは究極のオルタナティブを生み出すべきだと思うんですよ。ケンシーさんはそういうことをやられてる人ですけど、でそうなったらまたこの時代のような極めていびつな日本でしか生まれ得なかったハイブリッドキメラが生まれてくるような気がしますね。だからキメラですよねこれも、そういうキメラ的なアートがこの21世紀の今日本の伝統芸能の屏風とフュージョン融合して生まれ変わったっていうのはまたどういう意義があると思いますか？いやものすごい意義があるし、その伝統的ななんだろうな技法で、もしくはそのメディウムも、日本は岩絵の具の時代から屏風描いていたと思うんですけど、そうじゃなくて今の顔料の最前衛を使ってるでしょ。タイムラインでインクジェットなのって流れてきましたけど、いやいやその辺のコンビニとかでプリントされてるインクジェットのような退色するようなものではなくて、今ね最先端のインクジェットプラス日本の伝統工芸の金箔の融合だと思うんですよ。だからこれってそのテクノロジーと、伝統というか YMO がもともと発想した世界観とも近いと思うし、そのアウラを支えているのが NFT っていうのもやっぱり三重の意味でかなりハイブリッドでありキメラだと思うんですよね。だからものすごく2023年に生まれるべくして生まれた作品だと思います。僕らの世代はほぼリアルタイムでこの絵に衝撃を受けたんです、で今それが屏風になるってことに対してすごく感慨ひとしおなんですけれども、もっとずっと後にこの絵を知って YMO を知った川村さんとかどういう印象を持たれますか？そうですね、やっぱりなんかどういう状況でこういう発想が生まれたのかっていうのをもっと掘り下げて聞きたくなったりはしました。はい、そんな感じですかね。YMO の音楽っていうのもやっぱり40年45年経っても全然色褪せないと思うんですけど、石井さんその辺どう思いますか？やっぱりなんかその最初のなんかスタンダード作ったっていう感じというか、もう本当何もないところになんか一つもう形を作ったっていうところが素晴らしいというか、でしかもテクノとか、今ダンスミュージックの一ジャンルとしてもあるんですけども、そういうところにこう遺伝子は残ってるんですけれども、やっぱり YMO と同じことって誰もやっていないし、やれていないっていうのもあるし、やっぱり本当にこう永遠のなんかワンアンドオンリーなバンドというか、音楽なんじゃないかなと思います。広石さん、こうやって実際に屏風ができてみてまた考えがひとしおだと思うんですけれども、今こうやって舞台の上で屏風を見ていかがですか？いや本当感慨深いですよね。本当この金の色っていうのが光によって全然見え方が違ってくるんですよね。だから動画とか写真にすると伝えにくいところが、今日実物を皆さんに見ていただいて本当に感慨深いですね。いやだってこの洋金箔ってもともとずっと100年以上創業されて百何十年っておっしゃっていて、ずっと続くものでしょ。現代アートって100年持つか持たないかってボーダーが常にあるんですけど、この後ろのこの松の絵、これ実際当時あれでしょ、百数十年前の
能舞台の背景にあったものを移植されたんですよね。そうなんですね。今日この後にご挨拶していただく木村さんがお詳しいんですけども、京都の二条城にあったものを移築されたというふうにお聞きしてます。すごいですよね。だからその二条城にあったこれ近くで見たら苔とか生えていたりするぐらい歴史を感じるものなんですけど、それとねこういう形でそのコラボレーションしても全くその印象として何かそのギャップが生まれたりは一切してなくて、空間に完全に溶け込んでるっていう、なんかねこれ実際だから目の前にしてぜひ見てほしいですよね。そうそう、ストリーミングとかじゃなくて。そうですね、本当に、そうですね。だから音楽も美術品も、で生まれてきた時に衝撃を与えるっていうのはすごく大事なことだと思うんですけれども、それが50年100年経っても輝きが色あせないっていうのは一番大事なことなのかなと思います。ありがとうございます。このジャケットも YMO も45年経っても魅力が色あせない。いや、そんな歴史者さんのですね、楊金箔が100年経っても輝き続けるように YMO の音楽や存在も末永くテクノ屏風とともに光り輝いていくでしょう。そこで広石さんね、こちらの、そんな生粋の広石さんの YMO ファンの広石さんだからこそこのテクノ屏風にこだわりがさらにあって、この映像の方はこの NFT のこちらの方は出ますかね。今実はあれですね、宇川さんドミューにも何度も出演されてるこのロゴの話を、もうこれは僕ら世代はね、新陽ベータって聞いてピンときてる人が同世代って感じるんですけど、立花はさんの新陽ベータのフォントの T と B を合わせたものですよね。ロゴ出ますかね。ロゴ出ますかね。先ほどのインタビュー映像の最初と最後にも出たロゴなんですけれども、まさに立花はさんらしい、素晴らしい。でこれもスマートフォンより全然以前からね、携帯のサイトで自分でフォントを組み上げられるようなアプリケーションをね作られていたんですよね。これも本当逸話があって、アートディレクターと一緒にね、このロゴを作ろうということでもう本当何十種類も作ったんですけど、しっくりくるものがなくて、でデザイナーが、やっぱテクノってあることと、伝統みたいなデザインの中で、新陽ベータで作りたいって話が出てきたんですよ。すごいね。でただこれって、90年代ですかね、このアプリケーション、そうするとこのアプリケーションを使うのは当時の Mac を使わなきゃいけなくて、でソフトウェアもイラストレーターのかなり古いバージョンだったんですね。でしょうね。2.0 とか多分ですよね。でそれがなかなか作ることが難しく、ではじめさんにちょっとユーマからも何枚か出していただいているので連絡して、はじめさんちょっとデザイナーがこんなこと言ってるんですけどなんとかなりませんかって言ったら、ひろし君何やりたいのってその場で言われていやこういうものを作ってましてってスマホで見せたら、じゃあ15分待ってって言われたんで15分何ですかってお聞きしたら、15分後にまた電話かかってきて、今送るからってではじめさん作ってくれたのこれだったんです。これやばいよね。でも新陽ベータってアルファベットを重ねてグラフィック生み出すアプリケーションでしたよね。それもありましたね、確か。最初 CD ロムもあったんですよね。 CD ロムもありましたよ。そうそうそう。いやすげえな。ベクターの情報なんでしょうね。でこの屏風の裏にこのロゴが入ってんですよね。タグがあり、ルービーチさんのサインのプリントがあり、先ほどお話に出た NFT のチップも入ってる。入ってる。そこにスマホをかざせば作品の来歴も分かるっていう。すごいな。やばいな。血統書塗り重ねてるような感覚。テクノの血統書。レイヤーがね多層的ですよね。レイヤーが多層的ですよね。いやすごいですね。今さっき100年って言いましたけど、1000年も夢じゃないような気がしてきました。いや本当にそうですね。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんなわけでこれにてテクノ屏風開封の儀を締めさせていただきます。お集まりの皆様どうもありがとうございました。最後に広石さんの方から一言。
本当今日の日を迎えられたのを本当に光栄に思います。この制作に関わっていただいた皆様で、ユーマのスタッフ、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。これからもユーマとテクノ屏風をよろしくお願いいたします。で、一つお話しさせていただきたい逸話がありまして、この3月3日を迎えたらですね、幸宏さんに軽井沢にいらっしゃった幸宏さんにですね、お届けするっていうお話をさせていただいたんですが、それがちょっと叶わなかったっていうこともあるんですけども、今日幸宏さんに、今日の正解をご報告させていただき、皆さんと一緒に1分間の黙祷をさせていただければと思うんですけども、いかがでしょうか。黙祷。はい、幸宏さん、細野さん、坂本さん、本当にありがとうございました。今日の日を無事終えることができました。この後はですね、テクノにつながっていきます。ぜひ皆さんですね、ケンシーさんと、重要無形文化財総合指定保持者の辰巳万次郎さんのコラボレーション、テクノが始まります。ぜひご観覧いただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。はい、皆さん、こんばんは、水儀庵オーナーの木村でございます。本日はユーマ20周年、テクノ屏風の、発表、誠におめでとうございます。皆さん、今ねすごく本当に僕はひろしさんの小学校の時の中学校かの時の話を聞いてとっても面白かったし、東野さんのよくこの舞台でも出てらっしゃるんですけどショーであったり内田さんのクラビコード、本当に素晴らしい演奏と、楽しいトークと、本当にこの屏風の、話とかを聞いてですね、感動しておりました。ここで今日のこの発表会が行われることになったきっかけというのが12月3日に行われた、テクノラボ、女博テクノラボという、この後ここからがですよ、もちろん今のも本番ですけれどもこれからがもう一個の本番です。はい、これから楽しくですねお酒を飲んだり、ちょっとね出てくるフードを楽しんだり、していただきながら、これから本当のこの能の舞台、先ほどご紹介もありましたけれども、宝生流して方能楽師、辰巳万次郎さん、それとケンイシ、テクノゴッドケンイシさんの、コラボレーション、それがこれから始まります。このテクノラボ、この
企画がですね、素晴らしいと、広石さんの方が感動してくださって、それとコラボレーションしてこのテクノ屏風の発表会をここでやりたいと、決めていただいた、イベント、それがこれから始まりますので、ぜひ皆さん、楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。
よ
Radio.